大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい。卒業シーズンですね、先生。本当ですね。はい今年はもう本当に受験生の皆さんの、はい合格祈願の、依頼が多くて、はい。まあ、いっぱいさせていただきました。で、続々と結果が来ておりましてね。はい。本当に、皆さん頑張ってるなっていう。そうですね。よかったです。はいもう、第1希望何々、第2希望何々、第3希望何々って、受験番号全部ね、はいいただいて、そうですね家がすごいことになってました。今その紙を全部並べて、そうなんですね。ずっと、はい、もう今年に入ってから続々と、はいいただきまして、はいはい。まあ皆さんね、合格祈願無料でやっていただくなら、みんな申し込みますよね、やっそうぱり。ですよね。はい。はいでもそれがね、将来大きくなって、はいまだね、皆さんへ幸せへと帰ってきてくだされば嬉しいなと思って、はい。祈らせていただきました。ははい。で、また今年になってね、ええなんだかこう話題が、はい本当嬉しいお知らせもあるね、嬉しいニュースもあるんですけれども、そうですね。なぜかなんか今年は不倫のお話とか、そうですね。あと覚醒剤ってそういうですねのが、はいこう、なんかキーポイントになっちゃってるみたいに。多いですよね。多いですね。はいまあさっきも言ってたね、ちょっと話したりしてたんですけど、はい覚醒剤やったら死後どうなるんだろうみたいなそうですよね話をしてたんですけどね。はい。まずやっぱり針の山地獄っていう地獄には行きますし、それは注射をするからってことですか？まあ注射だけじゃないと、なんか吸ったとかなんかあるんですけど、そういうのも関係あるんですね。やっぱり行かれますね。針の山、あと、はいガキ道地獄というところですね。ガキ道地獄一番ポピュラーな地獄って言ったらおかしい、はい人気の地獄というか、はいここも行きますしね。はいで、まあ、それによって覚醒剤によってね、まあ、女性問題とかあれば、はい。またこれまた色道地獄が重なり、同時獄で、アシュラ道地獄、まあ、それによってこう、はい暴言を吐いたりですね、あー喧嘩をしちゃったりとか、そうですよね気が大きくなって、と、アシュラ道地獄という朝から晩まで喧嘩しなきゃいけないっていう地獄があるんですね。そういうところが重なっちゃったりとか、なんかこう、地獄のフルコースみたいなところが重なってしまって、いっぱい重なっちゃうんですね。先生そうなんです。そういう時ははい。はいあと、畜生道地獄とかね。以前、横山やすしさんも4つぐらい重なってね、出てこそうでしたねられてて、苦しい苦しいって。はい。本当にこの世の、まあ自分が快楽と思うようなことにどんどんこう行くと、はい。それが後で自分に大きく、まはいた苦しみとして返ってくると。はいはい。以前お釈迦様が、はい東京プレミアムセミナーで降りてはい私の肉体を使われた時に、はいあなた方は本当の快楽というものを知りませんというね、うんお言葉をいただきましてね、快楽というのはもうその心地いいというそのことだけではないと、本当の快楽とは違う、まあ心地いいんですけれども、はいあなた方が求めている快楽は本当の快楽ではないですよというお話をね、されたんですけれども、一時のまあはいぼーっとしてまあどんな気分になるか私はわからないんですけれども、きっとまあハイな気分になったり、マラソンしててね、ランニングハイとかどれだけでも走れるような気がするとか、はい。そういう多分脳内ホルモンが出たりとか、そういうことになるのかわからないんですけれども、はい。そういうものをされるんだったら瞑想の方がいいですよ。なるほど。瞑想はね、メディテーション、瞑想は、やはりそういう脳内ホルモンが分泌されて、はい。若返りますし、覚醒剤やってらっしゃる方って、テレビとかでもう立ちましたって言って出てこられても、年齢よりかなり老けて見えたりしてますよね。元の顔とはまた全然違ってびっくりしますよね。なんかすごい老け込んじゃっててね、やっぱりそれぐらい自分の体を滅ぼしていくっていうものなんだなっていうのをね、つくづく変わりようで思うんですけれども、やはりこの体、肉体も魂も神様から与えられた大切なものですので、やはり大事にしないと罪になりますのでね。はい。はい。なんか、不倫とか覚醒剤になっちゃって、いいニュースもね、いっぱいあるんですね。重力波だったり、あと人工衛星の瞳打ち上げられたとか、はい。またこういういいニュースを楽しみながら皆さんとこれからもね、楽しんでいきたいと思います。今日は生で質問できますよのコーナー行きたいと思います。愛知県の Y さん行きますよ。はい。それでは今日も生で質問できますよのコーナー行きます。今日は愛知県の Y さんです。Y さん行きますよ。出てくださいね。かけるときちょっと
しますね。やっぱりね。もしもし。Y さんですか。こんにちは。大森和代です。どうも、この度は直接お話しさせていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそご協力いただいてありがとうございます。ありがとうございません。はい。では早速ご質問の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、主人がタクシードライバーやってまして、はい、その主人から聞いた話なんですけど、同僚の方がある男のお客さんを乗せて、言われた目的で行かれたんですね。で、降りるときにですね、今お金の持ち合わせがないからということで、降りて行かれたんです。そしたら、タクシードライバーさんは待ってたんですね、ずっと。でもなかなかその男の方はお金を持ってきてくださらなかったので、駅に伺ったそうなんですね。そしたらその方は2時間ほど前に亡くなったと聞かされたんです。運転手はもう透けてる人じゃなくて本当に人だったって言うんですよね。その透けてるわけじゃなくてね。で、主人と話してたんですけど、その方は、遠く離れてるかどうかわかんないんですけど、実家に帰ったってことは、実家に帰りたかったのかなっていうのをちょっと話してまして、で、主人はそういった方を今まで乗せたことないから、俺はそういう人を乗せたことないけど、何かそういう人を乗せるのは何か引き合わせとか、何かそういう波動の何かあるのかなっていうのを言ってたので、ちょっと今回、ご質問の方をさせていただいた次第です。はい。送っていかれて、その家でちょっとお金を取ってくるからって言われて待っておられたんですよね。そうです。そしたら待ってても出てこられないので、その家に訪ねて行ったところ、その家でその方のご遺体もあったということですか？それの詳しいことはわからないんですよ。はい。2時間前に亡くなったって言われたってことですね。ということを、知らされたってことだったので。大抵はあれですよね、病院とかですよね。お亡くなりになった。まだ戻っておられてないかもしれませんよね。はい。今、このお聞きしてる間にちょっとずっとお神様にお伺いしてたんですけれども、透けてるようには見えなかった。本当の人間のように見えたということですよね。やはり、その方がそこへ帰りたいということと知らせてほしいという、そういう思いで、ご主人にその方はまだ、肉体と講演会とかね出ていただいていると思いますので Y さんもわかると思うんですけど、そのまだ肉体にその魂はつながった状態でまだおられますので、普通は幽霊さんのように幽体霊体で来ることは普通はできないんですけれども、でもその人の思い念がその人の姿形になって本当にそこにおられるように見えるという場合はあるんですね。生きておられても生き量の場合もあるんですね。まだ生きておられるのにその方が目の前に立っているように見えるっていう、そういうのも透けてない場合もありまして、その方のそこに帰りたいよって誰か連れてってくれよって、あと自分はもうこうなっちゃったよ、分かってくれっていうその思いがご主人をとそういう形でご主人に知らせて、そのように同僚なんですけどね。同僚ですね。同僚の方がそこの家の方にそれを伝えることで、そこまでねこう帰ってきたかったんだねとか、そういうことをね分かってほしかったということで伝えてこられたということですので、今回はでもその方とその同僚の方が旅立たれた方と同僚の方が直接的に何か意味があるとか縁があるとかそういうことではないとおっしゃっておられますが、そのタクシー会社は個人ではなくて会社なんですよね。会社ですね。その会社とその方が縁があるとは言われるんですけど、そうですか。その方とっていうことではないとおっしゃっておられます。そういうことも本当にねありますので、ただこういうことでも Y さんやご主人もこういう話を聞かれたというのは、やはり体験しないとなかなか目に見えない世界っていうのは信じれないもんですから、そういうお話を聞かれたのは偶然ではなく、これも教えていただいたということですので。
はい。ありがとうございます。また講演会などでね、お会いしたいと思います。また総会にも参加させていただきますので、はい、プレミアムもどうぞよろしくお願いします。こちらこそ。はい。先生日本中飛び回ってるのでご自愛くださいね。ありがとうございます。はい、こちらこそ今日はどうもありがとうございました。はい、ジョマリさんもお元気で。ありがとうございます。はい、先生もお元気でまたお会いしたいです。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。失礼します。さようなら。ごめんください。はい、ごめんください。はい、先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。Yさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、その方の思いが、こう形になって現れるんですね。よくこれもお亡くなりになる時に挨拶に来られるというのはよくある話なんですね。もう私自身も何度も体験しているんですけれども、そうなんですね。渡良瀬の方にも書いたんですけど、昔その英会話スクールしてました時に、スタッフさんのおばあちゃんがちょっと行方不明でいないって言われて、でとにかく話聞いてほしいっていうんで慌てて休みの日だったんでお化粧して用意してましたら、はっきりとこの大きい鏡で用意してたんですね。ではっきりとこの鏡の中におばあちゃんが映ってるんですよ。で私おばあちゃん直接お会いしたことなかったので、でも見たことないおばあちゃんなんで、でも分かるんですね。あ、このおばあちゃんだって。でそのお布団に寝てるおばあちゃんなんですね。でもう旅立っておられると思って、すぐ電話してお布団に寝てるおばあちゃんが出てこられたので、おばあちゃんもちょっとお布団で寝てられる、もうちょっと旅立たれちゃったかもって言って、そしたら結局探してたんですけど、おばあちゃんの家に鍵がかかってるので、散歩に出かけてどっか行っちゃったと思って家族を探してたんですが、おばあちゃんは中から鍵をかけて夜寝たままお布団の中で亡くなっておられたんですよ。だからおばあちゃんがお布団にそのままの姿でここにいるよってね、お布団も一緒にってことですね。お布団も一緒に映ってたんです、おばあちゃんが。そうなんですね。でも顔ははっきりこう見えたんですね。でやっぱりお写真見せていただいてそのおばあちゃんでしたので、そういうこととかたくさんあります。私も他にもそういうこともねありますし、この方の場合全く関係ない方のところにね、このようにお知らせとして出てこられたというのも、珍しいケースでもあるんですけれども、そういうこともね、ありますので、目に見えない世界をその人に信じてくださいねっていう時に、あえて今までそんな体験したことないのに体験されたっていう方も多いですし、ご身内が多いんですけどね。そうなんですね。やっぱり離れてるふるさとの母が久しぶりになんかここに本当に来て喋ってきたと、あれと思って、でその時間に電話をびっくりして次の朝電話をしたら、その出てきたその時間にちょうど息を引き取ったんだとかね、そういうこともありますのでね。またそういう話も身近な方から聞かれると、やっぱり信じますよね。そうですね。目に見えない世界ですからね。なかなか信じるということが難しいという方もいるんですけどね。でも重力波の発見とかいろいろそういうことで、この目に見えない世界を証明していただけたらもっと嬉しいですねと思いましてね。チャネリング勉強会で名古屋大学を受けますっていう男の子が来られてね。で、その先生の世界を僕が将来証明しますみたいなことをね、以前おっしゃってくださってて、その子がすごく嬉しかったんですけれども、頑張っていただきたいなと思います。そうですね。でも今月3月末は、岐阜講演会ということで、多くの皆さんとまた、この地元岐阜でお会いできるのを楽しみにしてます。先生のお膝元ですね。3月の27日の日曜日ですね。そうですね。そして4月はまた、東京講演会が4月、東京は17日の日曜日ですね。17日の日曜日、東京の皆さんお会いしましょう。東京今年スペシャルがありませんので、唯一この講演会だけになってしまいますのでね、ぜひお出かけください。そして翌週24日ですね。4月24日、福岡の講演会ですので、また
JR 九州ホールですがね、お会いしたいと思います。博多で、楽しみにしてます。先生はじゃあ2週連続で東京から福岡に。そうなんですよ。東京福岡とまた行かせていただきます。ではまた来週皆さんお会いしましょう。See you next week. Bye!